神保町古書店街。名だたる作家たちが生活していたことに由来する番町文人通り。千代田区は文豪と深いご縁を持っています。そんな文豪たちも我々と同じように食事をとり、日々を過ごしていました。今回の我が町千代田の主人公はこの3人。現在のお茶の水小学校に通い、坊ちゃん、我が輩は猫であるなどを書き残した夏目漱石、鬼平犯科帳などで知られる作家池波正太郎、そして推理小説の大家として名を馳せた江戸川乱歩。彼らが通ったお店を通して当時の風景を覗いてみましょう。名だたる老舗が集まる神田須田町1丁目、神田淡路町2丁目界隈。江戸時代の初めに連雀を作る職人が多く住んでいたことから連雀町と名付けられ、明治時代に後部鉄道万世橋駅が開業してからは東京屈指の交通の要衝として栄えました。空襲による戦火を免れた趣ある店舗が今でも多く残っています。最初に紹介するのは夏目漱石が学生の時分愛した料理が今も残っているお店、明治40年創業の松栄亭です。その料理というのがこちら、洋風かき揚げです。はい、ということで出てきました洋風かき揚げ。とってもボリュームがありますね。外カリッと揚げられていて、ちょっと切ってみます。湯気が出てきました。熱々です。美味しそう。外はカリッと揚げられているんですが、中は卵のふわっふわな食感ですね。これは美味しいですね。これが夏目漱石ゆかりの味なんですね。その洋風かき揚げのできるまでのそのきっかけっていうのをぜひ教えてください。当時うちの、初代の岩吉がケーブル先生とかの方のハウスコックをしてまして、でまだ学生だった漱石さんがよく遊びに来てたんですって。で多分いつも同じもの食べてたから、当時木の冷蔵庫ってご存知ですかね。そこに豚肉と玉ねぎと小麦粉と卵があったみたいで、多分日本の天ぷらのかき揚げをヒントに作ったっていう話は聞いています。そうなんですか。実際にこの店に夏目漱石、漱石さんはなんか2代目の私のおじいちゃんが、なんかまだ当時5歳の時に来てて、なんか俺は漱石に頭撫でられてたとって言ってました。そうですか。なかなかね、正直言ってね、近所の人って来ないんですよ。そうですか。皆さんお忙しいだったり、だもうちょっとね来てほしいなと思ってるし、もうちょっと街がこう活気づけばいいかなとかっていうのは思ってますけど。ちなみに池波正太郎もよく訪れたそうです。よく山の上ホテルで執筆されてて、ホテルのご飯が飽きてくるとこの辺に食い荒らしに来るんでで松屋さんにねよく行ってて、あっちの方がゆかりが全然。鬼平犯科帳などを世に発した池波正太郎。美食家でエッセイストとしても一流であった彼は、自身の著書の中で神田地域の老舗を多く紹介しています。神田松屋は明治時代の創業以来、江戸のそばの味を引き継ぐ老舗中の老舗です。大正14年に建てられた建物は東京都選定歴史的建造物に指定されています。
著書の散歩の時何か食べたくなってでは、松屋で出すものは何でもうまいと絶賛。中でも自身の著書の中で特筆している一品があります。それはカレー南蛮です。辛すぎず甘すぎず、カレーと麺のつゆのバランスが非常にいいですね。よく合ってます。この味を池波正太郎は愛したんですね。で先生はやっぱり人を愛してたような感じなところがあって、うちの父がすごいそばに対して一生懸命やっている姿を先生は応援してくれたんじゃないのかなって僕は子供なりにずっと思ってました。僕の味うちの父の味、おじいさんの味、全部違うと思います。味って一代だと思うんですよ。単純のように見えて奥が深いというか、この神田でやっぱり生涯はずっと続けていきたいと思っておりますし、町会がやっぱり素晴らしい町会なんで、やぶそばさんが今町会長やってまして、うちの父もちょっともう今亡くなったんですけれども、副会長やってたりとか、そういう間柄でした。遠くからうちを目指してきてくれる、またこの須田町界隈を目指してきてくれるっていうのが嬉しいことだなと思います。神田松屋の先代もお世話になり、池波正太郎が通った蕎麦屋が神田にはもう一軒。まず藪でみんなと待ち合わせる、酒を 1,2 本というところか。そう池波正太郎が話すお店、それが神田藪そばです。まさに藪の中にひっそり佇む一軒の蕎麦屋。明治13年、幕末の名店団子坂藪そばの支店を買い取り、連雀町藪そばという屋号で始め、以来100年余り藪そば本店として今日に至っています。蕎麦の特徴は蕎麦粉10割に1割の小麦粉を加えた外市と呼ばれるもの。しっかりした風味に加え、滑らかな食感が味わえます。江戸の町は徳川家康が江戸幕府を開いて、全国から人が集まるようになり、大勢の人が腹塞ぎに食べる格好の食べ物として愛好されたようなんですね。江戸の蕎麦職人は細く打ってしかもつながる蕎麦作りに情熱を傾けたと。これが江戸蕎麦の特徴の一つだと思います。彼がよく食べていたのは冷たいせいろう蕎麦だったそうです。ちょうど私の母がお店をやってる頃によくお見えになってたという話を母からよく聞いておりました。池波さんは見客商売とかさまざまな作品の中で蕎麦屋に人が集まるというような、そういう一つの飲食店の機能を上手に捉えて作品に移されてたように思います。藪そばさんは抑揚をつけた掛け声でも知られています。せいろ2枚、耳から入って覚えやすいように組み合わせをして通すもんですから、それがちょっと不調としても面白いし、抑揚がありますので、外国人のお客様はなんかあそこでオペレッタやってるねみたいな実利的にしていることなんですけれども、実はそういうこともお店の雰囲気を作っているのかもしれませんですね。地域全体がやはり街づくりといいますかね、関東大震災以後に建てられたお店建物が残っている地域として、そういう街並みもみんなで考えましょうねという活動はもう40年余り続けてきております。明治13年の創業から現在まで、蕎麦の老舗として神田の地で積み上げられた伝統は今なお息づいています。千代田区にゆかりのある文豪、数々の推理小説で名を馳せた江戸川乱歩を忘れてはいけません。
すずらん通りは書店画廊と並んでさまざまな飲食店が軒を連ねる活気のある通り。ここに江戸川乱歩ゆかりのお店があります。昭和6年創業の天ぷら鉢巻さんです。名だたる文豪がひいきにし、昭和20年代からは江戸川乱歩をはじめ井伏正次、吉川英治など作家クラブの面々が集まり親睦を深めていたそうです。江戸前穴子にこだわり、その日に仕入れたものしか使わないというこだわりよう。その穴子を使った人気メニューが穴子エビ天丼。江戸川乱歩のリクエストで生まれたメニューだそうです。穴子エビ天丼が来ました。丼からトーンと飛び出て見るからに食べ応えがありそうです。ではいただきます。ふわ、重たいですよ。いただきます。おいしい。サクッとした衣の中の穴子が本当にふっくら肉厚で、噛んだ瞬間にじゅわっと旨味が出てきます。これはたまらない、絶品です。天ぷらのコースっていうのは昔から魚介類野菜とか出て、で一番最後にコースで穴子が出るっていうのは昔からのしきたりだったんです、不思議と。ところが乱歩さんはその最後で出した穴子をこれご飯の上に乗っけて、ちょっとエビ2本ぐらい揚げたのを乗っけて、丼タレちょっとやってかけてくんないって感じで、特別メニューだったんですよ。普段の江戸川先生の様子っていかがでしたか？作風とは違ってね、すごくひょうきんで面白い人だったみたいなんですよ。出筆した時はすごい気難しくて大変だったみたいですけど、夜になるとなんか元気になっちゃったみたいです。そういういろいろな宴席に呼ばれてね、行ったみたいです。はい。親方から一生勉強なんだから頭にねじり鉢巻きして一生勉強なつもりでやったけって言って、一生勉強だって意味で当店でこういう文人墨客の方がたくさん来てくださっているので、そういう方が来てくださった財産がいまだに、たくさん来てくれるっていうのはありがたいです。はい。はい。やっぱりね、大事なのはのれんを守るっていうことが大事なんですよ。この神田地区って100年以上の店ってゴロゴロあるんですよ。食べ物屋さんでも、本屋さんでも文具ですから、まず100年を目指して、なおかつもっと言うならさらなる宣伝企業を目指して、今毎日どうやったら宣伝企業になれるかっていうのをいろいろ考えてるんですよ。はい。伝統の味を継承し、地域に愛されてきた老舗の数々。神田名店街、文豪が愛した味を訪ねて、書籍を片手に歴史と味覚あふれる千代田区の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。